こんばんは。今お風呂を沸かしてて、お風呂を沸かしてる間開封したいものがありまして動画を回しています。今日ねお昼にディズニーストアに行ってきたんですけど、そこでねちょっとお目当てのフィギュア買ってきたんですよ。動画でね開けたいなと思って今回してます。こちら不思議の国のアリスのシークレットマスコット、こちらが売ってたので急遽ね行ってきたんですけど、今ねディズニーストアで不思議の国のアリス公開75周年を記念してアリスと個性豊かなキャラクターたちのちょっぴりダークで不思議な世界を堪能できるアイテムが発売されていますということで、いやもう私不思議の国のアリスはもう本当に大好きで、ディズニー映画の中で当時ねビデオカセット時代、このカセットの中のテープがピーって出てきちゃうぐらい毎日アリスを見ていたアリス教なので、しかもそのアリスのグッズの中でもマイナーキャラ、不思議の国のアリスの中でタルジーの森にアリスが入っていくシーンがあるんですよ。不思議の国に愛想つかして私家帰るみたいな感じで森の中に入っていくんですけど、その森の中のキャラクターがメインで今回ねグッズ化されてるんです。そのタルジーの森に出てくるメガネのキャラクターだったりとか、モメラスとか、頭がね鉛筆になってるペンシルバードとか、そういうキャラクターのグッズがいっぱい出てて、そのマイナーキャラ出してくれてありがとうという感謝を込めてこちら買ってきました。こちらのミニフィギュアですね。全5種類ということで5個買ってきました。これ1個で900円するんですよ。びっくり。これだけで4500円。はい、中に何が入ってるか見せていこうと思うんですけど、まずこれね、アリスがねタルジーの森で思わず踏んじゃうガチョウ、鳥モチーフのなんかラッパーみたいなキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターグッズになることあるんだと思って大興奮。これが一番欲しい、この紫のねくちばしラッパーのキャラね。でもう一つが首のところがアコーディオンになってるオウムね。もう一つがこちらペンシルバードね、タルジーの森の案内板の看板のところにこう文字書いていく鳥ね。あとその看板をこう取り付ける金槌のこれも鳥で、あとは結構おなじみこれモメラスね。モメラスはアリスをこう導いてくれるなんかこう矢印的な役割をね担ってくれるなんか生き物ですね。なんていうチョイス。もうこれの企画担当の人に金一封差し上げたいぐらいの、絶対にグッズにならないであろうマイナーキャラ出してくれて本当にありがとうということで買いました。まず1個目、ちっちゃいね、ちっちゃい。いきます。じゃん、ペンシルバードが出た。作り細か。ちっちゃ。もうちょっと大きくてもよかったんではっていうレベルの小ささです。まず1つ目ペンシルバードでしょ。次、さっきとはちょっと違うわ、これ質感が。かわいい。モメラス出た。立つちゃんとモメラス出ました。はい、2個目ね。いいよかぶってない。あ、これはまたさっきとちょっとカタカタいう感じの音が違いますね。3つ目いきたいと思います。お願い、できるだけかぶらないでコンプリートしたい。すごくない？出た。違うやつ。かわいい。アコーディオンになってる袋出ました。かわいいこれ。はい、今この3ついいよ、全部かぶってないよ。次、はい、4つ目。やばい、かぶった。ペンシルバード。このトンカチのね鳥さん来ると思ったんだけど、かぶったペンシルバード。ちょっと待って、お願い。紫のラッパの鳥来てください。5個目900円だから、これ以上買うのはちょっとやだよ、お願い。いきます。モメラス。いや可愛いよ。いや可愛いんだけどさ、フクロウでしょ、ペンシルバードでしょ、モメラス2体。ちょっと待って、私が欲しかったなこれ。ショックだけど可愛いね。ちょっとまたさ、明日か明後日ディズニーストア行けたら行くか。いや待って、これでもうすでに4500円ぐらい使ってるんだぞ。冷静になれ。うわー、こういうランダム系のやつ大体欲しいの当ててきたんですけど、さすがに当たらなかったけど、めっちゃ可愛いこのフィギュア。ぜひちょっと私と同じく子供の頃アリスを擦り切れるほど見たよっていう方刺さるんじゃないでしょうか、こちらのフィギュア。あとはね、このアリスのコレクションの中で
可愛いなと思ってたのはこのねモメラスのぬいぐるみキーホルダーなんですよ。カバンとかにつけたらいいななんて思ってディズニーストア行ったんですね。なんか大きさがこんななんですよ。めっちゃ大きくて、こういうさバッグにつけたいと思ってたんですけど、もうバッグにつけたらもう主張が激しすぎるぐらい大きいですよ。もう本当にこんな感じ、も顔ぐらいあって可愛いんですよ。可愛いんですけどちょっと大きすぎる、もう一回り小さいのがね欲しいなと思いながら店内をうろうろしたら見つけたのがこちらです。これもねモメラスなんだけど、モメラスのピアスが売ってて、このピアスがさもしかしたらキーホルダーになり変わるんじゃないかなと思って買ってきたんですよ。可愛くないですか？でこのピアスの耳につける部分があるじゃないですか。それとこのぬいぐるみをつなぐここにもう一個ちっちゃい丸カンがあって、この丸カンをねこういう私が持ってる手持ちのこのキーホルダーの丸カンのところに通したらこういう感じでさつけれるんじゃないかと思って買ってきたんですよね。なのでちょっとこうやってピアスのこの耳につけるところを外して自分の手持ちのキーホルダーの丸カンに通したら、ほら可愛くないですか？ちょうどいい、これぐらいが良かった。はい。でこれをこういう風にさカバンにつけたらほら可愛いということで、皆さん私のおたかつにお付き合いいただきありがとうございました。アリス好きだよっていう方はディズニーストアチェックしてみてください。こんにちは。はい、今日は6月の25日木曜日です。今日は一日雨ですね。なんか週末台風来るのかな、その影響からか低気圧すごくないですか？もう本当にだるいし眠いっていう日々が続いてるんですけど、ちょっと今日は特にね雨も降ってるのでぼーっとしちゃいがちだから外にね作業しに行くことにしました。作業しに行くので今日はこちらのヒンクヌンクで今受注予約中のワンハンドルショルダーレザートートバッグ、こちらのねダークブラウンを持っていきたいと思います。でその準備をしていくんですけど、まずは初めにこちらね先週受注予約開始してから本当にたくさんのご予約いただきましてありがとうございました。コメントもたくさんいただきまして再販待ってましたっていうお声だったりとか、あとはもうすでにね初代のバッグを使ってくださってる方からのこのバッグ使いやすいですよっていうレビューだったりとか、また新たにね他のカラーを買おうと思いますっていうお声だったりとか、本当に温かいお
言葉をねたくさんいただきましてありがとうございます。やっぱ中にはですね、初代こちらのねバッグ再販しないと言ってたのに再販することによって悲しい思いをねさせてしまった方もいるかと思います。そのね再販に至る経緯っていうのはね前回の動画でお話ししてますので、ぜひそちらをねご覧いただきたいなと思うんですけれども、一部悲しい思いをさせてしまった方がいるっていうのはちゃんと私の心に留めて、皆さんが満足いただけるようなそんなブランドにね育っていきたいなと思いますので、引き続き温かい目で見守っていただけると嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。ということで、今週の月曜日の夜かな、私のインスタグラムのアカウントでインスタライブをしたんですね。そのインスタライブではこちらのレザートートバッグ、これのカラー展開が3色あるので、皆さん色をね相当悩まれてるご様子だったため、ゲストにのんちゃんとそして愛ちゃんを呼んで3人で3色のバッグをこう肩にかけて、どういう雰囲気の服だったらこのバッグが合うとか、あと愛ちゃんの身長が151センチで、150センチ台の方がこの大きめのねトートバッグを肩にかけた時にどんな雰囲気になるのかっていうのをね知りたい方が多くいらっしゃったので、そういうのもね愛ちゃんに持っていただいて、このぐらいのね見え方になりますとか、そういう風なお話をさせていただきました。なのでまだ色で悩まれてるっていう方はぜひね私のインスタグラムに飛んでいただいて、インスタライブをねご覧いただければと思います。でそのインスタライブで皆さんからいただいた質問だったりとか補足といいますか、いくつかお答えしていきたいなと思っていて、まずこちら中のチャック付きのポケット、このチャック付きのポケットの大きさどのくらいですかっていう質問をいただきまして、測ってみました。ちょっと正確な数字ではないんですけれども、だいたいですねここのチャックの横の部分、ここは約19センチです。で深さはだいたいね12センチから13センチぐらいですね。 iPhone16 Pro Max、 この iPhone を横に入れることは可能です。ただ縦に入れるとちょっとこのぐらいは出ちゃいますね。ただこういうねよくあるような財布、こういう財布はねすっぽり入れることができて、そしてチャックをねちゃんと閉めることができますので、貴重品系っていうのは中のチャック付きのポケットにしっかり入るかなと思います。であとはですね、このレザートートバッグの表面ですね、表面のところ、ここの部分にシンクヌンクっていう白押しが入ってます。本当にさりげなく小さく入ってるんですけれども、このシンクヌンクのロゴ、これが手前になります。でその反対側ですね、反対側の部分はこの革のつなぎ目というか、そちらの線が入ってます。このつなぎ目は側面にも入ってますね。なのでこう一枚革で作っているバッグではないです。ただこっちのロゴの部分を前にして基本的には持つので、こういう風にこの後ろのここのつなぎ目の部分が気になるなっていうのはね、私は個人的には感じないです。でそして底ですね、そこに底病がありますかっていうことなんですけど、底病はありません。やっぱりこう体にどんどん沿っていくバッグなので、体にこうねフィットしていく上でそこがちょっとこう若干めくれるというか、こういう風な雰囲気になると思うんですよ。その時に底病がねこうちょっと見えてしまうのがあんまり私はこうデザイン的に好きではなかったので、底病はねなくしました。あと開封口ですね、ここのところはマグネットがついてます。なのでこのマグネットでパチンと閉じていただく形になります。チャックなどはありません。マグネット開封になります。であとはですね、お好みでレザーケアクリームを塗ってお手入れしていただくことも可能ですし、撥水スプレーをかけていただくことも可能です。あとはプレゼント用に購入したいっていう方がねいらっしゃって、本当にありがたいことに梱包はどんな感じになってますかっていうご質問をいただきまして、それはカバンの中にねあんこと呼ばれるこう詰め物を入れて、そしてロゴ入りの不織布の中にこのカバンを入れて、さらにそれをビニール袋に入れて、で段ボールに入れて、でヒンクヌンクのロゴが入ったガムテープで閉じて発送されます。はい、なのでそのままねお友達とか家族とかにサプライズプレゼントとして送ることは可能かなと思いますが、プレゼント用の特別な包装などは行っておりませんので、そこはあらかじめご了承ください。はい。であとねもう一つ大事なことをお伝えしなくてはならないんですけれども、こちらのレザートートバッグ3色展開でもうすでにね何かこうグリーンだったりとかダークブラウンとかバッグを購入していただいている方いらっしゃるかと思います。でもこのね受注期間中にいろんな方のコメントを見たりとかインスタライブを見たりとかして、色をね変更したいなって
って思ってしまってる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、ご予約後の色変更は心苦しいんですが不可とさせていただきます。申し訳ありません。皆さんがこの直感で一番最初に欲しいと思ったカラーが結局一番いいよねっていう話をインスタライブでもしてますので、ぜひねこの最初に直感でこれがいいなと思ったカラーをね大事にしていただければいいなと思います。追加でね受注期間中にグリーン買ったけどダークブラウンも欲しいとかブラックも追加しようとか、そういうのは本当に大歓迎ですので、カラーについて皆さんいろいろ思うところあると思うんですけれども、どのカラーも捨て色ないので、ぜひ購入したカラーを自信を持って使っていただければなと思います。はい、そういう感じで本当にたくさんのご予約ありがとうございます。こちらレーザートートバッグは今週日曜日ですね、6月の28日23時59分まで受注を予約していますので、ご購入検討されている方、締め切りのね日時お間違いないようお願いいたします。でこちら合わせてですね、紅葉鳥文庫から出てる一人で旅するフィンランド、これも初版1万部で購入していただいた皆さんの手元にね届いてるかなと思います。本当にたくさんの感想のシェアありがとうございます。で2すり目1万部以降でご購入していただいた皆さんは7月の中旬以降にお届けになりますので、どうぞね今しばらくお待ちいただければと思います。今ヒンクヌンクから本とレーザートートバッグが同時にね進んでいるので、この2つに対する問い合わせがね本当にたくさん殺到しております。本当にたくさんのいろいろな問い合わせをいただいておりまして、それがね私のインスタグラムだったりとかヒンクヌンクの公式のインスタグラム、彼のインスタグラムの DM とかにもねたくさん届いてるんですけれども、こちら DM ではご対応できませんので、ヒンクヌンクの公式ホームページにある問い合わせのページから何かありましたらお問い合わせいただけますと幸いです。で先ほども言いましたように日々たくさんの問い合わせをいただいておりまして、それを土日祝日以外の平日にお答えさせていただいている状況です。問い合わせ窓口がね大変混み合っておりますので、皆さんへのねご回答が現在遅れております。ご心配おかけして大変申し訳ありませんが、お待ちいただけると幸いです。で問い合わせからの返信メールは迷惑メールフォルダに入っている場合もありますので、全ての受信箱をね常にご確認いただければと思います。はい、ということでちょっとカバンだったりとかこちらの本だったりとかいろんなお知らせだったりとか長々と話してしまって申し訳ありません。このバッグにも本にも興味がないよっていう方には本当に申し訳ないんですけれども、今週までねこのバッグの受注約があったりとか現在進行形でこちら販売しているので不安に思われてる方もいらっしゃると思うので、ちょっとここでね、共有させていただきました。で、今日はこれから作業に行くということで、作業というのは私が月1でね出しているプレイリストがあると思うんですけど、プレイリストの曲をねちょっと外で探したいと思います。なのでちょっと iPad をね持っていこうと思うんですけど、あとは曲をね探してる時っていろんな曲をずっと垂れ流して聴いてて割と手持ち無沙汰になるんですよ。なのでノート持っていこうかなと思います。あとは今日は雨なのでね傘と傘袋持っていきたいなと思います。あと本も持っていこうかな。あとカメラでしょ、財布、リップポーチとあとヘッドホン持っていきたいと思います。ヘッドホンはここの取っ手にこうやってかけます。そうそう、中身結構iPad とかノートとか本とかいろいろ入れましたけど全然まだ余裕があります。それでは行ってきます。
はい、昨日かな、ディズニーストアで今発売されてる不思議の国のアリス75周年記念のグッズたち、その中にシークレットマスコットっていうのがあるんですけど、ランダムで入ってるこちらのボックスをね5個開封して、モメラス2体でしょ、ペンシルバードが2体、あとは首がアコーディオンになってる袋5個開けてね、これが出ました。で、私が狙ってたのはもうこのね紫の胴体の口がラッパになってるガチョウみたいなキャラクター、これを当てたくて開封したのにそれが当たらなくて、諦めきれずにですね、また今日もディズニーストアに行ってきて2箱だけ追加で買ってきました。最後の2箱、もうこの2箱で紫のキャラクターが出なかったらもう諦めるということで開けていきたいと思います。はい、まず1つ目、うわ、どうだろう、ちょっと違うそう。1つ目、新しいの出た。頭がトンカチになってる鳥ですね。5種類のうち4種類は出ました。最後お願いします。最後いきます。やばい、来た来た、コンプリート。めっちゃ可愛い。あ、これが欲しかったのよ、本当に。丸くてぷっくりとした紫の胴体、ここがねプニプニしてて、ここをねアリスが踏んじゃってびっくりして、口がラッパだからねブーブー言いながらこう池みたいなところに子供たち連れて入ってく鳥さん、ガチョウ。よかった、これ以上もう買わないって決めてたから。欲しいのが出て大満足です。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。始まりました。最近土曜ラジオ第68回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。先週はこちらじゃじゃん、6月の19日より再販されたワンハンドルショルダーレザートートバッグ、こちらのバッグの紹介とカバンの中身をしました。でそこから再販の受注予約が始まって、はい、本当にねたくさんの方にご予約いただきまして、本当にありがとうございます。一色のみならず全色揃えてくださってる方もいらっしゃったりとかしていて、今回は初代のカラーのグリーン、そしてダークブラウン、ブラックですね、3色展開でご用意しているんですけれども、みんな色が悩むということで、2日前ぐらいかな、私のインスタグラムの方でインスタライブしまして、そこで皆さんとこうカラーのねお悩み相談、のんちゃんとあいちゃん来てくれてやったりして、それが結構参考になったって言って、色を決めてくださった方も多くいらっしゃって見てくれてたよね。はい、どうでした？わちゃわちゃしてたけど俺あれおもろかったな、中国の EC サイトみたいなやっぱりねカラー難しい。
であと3日なんで受注予約締め切りまで。これが金曜の夜だとしたら今日の夜と明日と明後日の夜までか、日曜日の夜までなので28日の23時59分までですので、皆さんここから悩むかなと思ったので、ちょっと今週もねラジオでちょっと最初触れていきたいなと思います。はい。どうですか？初代を発売したのが2年半前、はい、で多分皆さんのお手元に2年前ぐらいに届いていると思うんですよね、はい、であなたは発売前にサンプルとして多分1年近く使って本当そうだね、だと思うんで、多分3年今日これを初代持ってこようか、多分これ実際3年今日使ってると思うんですよ。そのサンプルから使ってるからね、だからこれでフィンランドにも行ったし台湾にも行ったし、普段もめちゃめちゃ持ってるわけじゃないですか。本当に持ってるよね、客観的にね見ても、やっぱこのバッグはねいいよ、その質がいいのが一撃でわかる。わかる、よく言ってくれるもんね、パッと見でこれいい革のバッグってわかるよね。わかるよねこれ、でもいやらしくないっていうか、そうさらっと持ってるのよ。そう実用的というか、やっぱこう触っていくうちにこう手の皮脂とかでさちょっとツヤが出てきたりとか、クタクタしてきたりとか、もう体にどんどん沿う感じ、っていうのがやっぱ育てていく感覚に近くって、で私結構ズボラなので本当になんか特別なお手入れはしてないのね。なんかもう使ったらそのままもう荷物入れたままクローゼットにひょいって置いたりとか、結構雑にじゃないけど、ガシガシ使わせていただいてる、けど全然そのボロボロ感ないのよ。インスタライブで、色移りのことをさ結構気にされてたかなっていう印象があって、これは本革を染めてあるので、100% 色移りしませんっていう言い方は、ブランド側的には言えないっていうことを理解していただきたい、色移り堅牢テストやって5段階中 4.5 から5 4から5この評価いただいてます。それだけちゃんと検査も行ってますし、実際何よりあなたがこの3年間使ってきて今日みたいな白 T にも雨の日も合わせてきて1回も映ったことがない。そしてコメント欄で初代を買った人からの口コミを見ても色移りしましたっていうコメントは一件もないが何よりの証明だと思っていただければいいかなと思います。いや本当に、色移りに関しては何も心配な感じを感じたことはないです、使って。ただ製造側としては絶対とか 100% っていうことは言えないってことを理解していただきたい、その 100% とか絶対じゃないんですかっていう言い方をされると絶対ではないですとしか言えないっていうことだけはご理解いただきたいなと。全ての商品にそれが言えるかなと思うので、そういう絶対なことはないですが、使用感として特にそういう色移りだったりとか、どこかが何かものすごく劣化するとか、そういうのは一応3年今日使ってきて私は実感としてないです、ただ使い方によってはやっぱり変わってきたりとかすると思うんですけれども、とってもやっぱり使いやすいので、お仕事シーン、旅、荷物いっぱい入れる日、もうとにかく万能に使えます。でやっぱ150センチ台の方、その方はそのバッグに持たれてる感じになっちゃうんじゃないかっていう心配がね結構多かったんだけど、それに関しては愛ちゃんがインスタライブで持ってくださってるので、ぜひインスタグラムに飛んでいただいてそのインスタライブ見ていただけたいなと思っています。なんだろう、あとはもう皆さんがこう悩んでこう後押しが欲しいみたいなところがやっぱあるのかなってすごい感じるのね。結構YouTube のコメント欄とかで使用してくださってる方のレビューいただいていて、1個だけ紹介しようかな。コヨトリネーム夜中にラジオ体操さんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。いつも楽しく拝見しています。レザーバッグの再販についてメッセージをお送りしたく初めてのお便りです。私は芸能マネージャーとして働いていて、毎日とにかく荷物が多く、それだけで疲れるのです。マネージャー業界ではリュック一択と言い切れるぐらい同業者はほぼリュック派です。ただどうしても普段のおしゃれさには欠けてしまい、仕事後にプライベートの予定があってもファッションを楽しめないことが悩みでした。そんな中、ヒンクヌンクのレザーバッグは容量、疲れにくさ、そしておしゃれさ、すべてを解決してくれるバッグで革命でした。嬉しい。買った当初から毎日愛用していて、現場も営業も地方や海外出張も必ず連れて行く相棒のような存在です。毎日使い込んだせいであまりにも年季が入りすぎてしまい、補強しながら使い続けてきました。
再販はないと聞いていたので、次のバッグをどうしようか数ヶ月悩んでいたところ、まさかのお知らせが届き本当に嬉しいです。このご時世にお値段そのままの販売とはあまりにも良心的で驚きました。私自身仕事とプライベートをはっきり分けたい性格なので、仕事用にバッグを、プライベート用にブラウンも新調しました。3色コンプリート万歳。2年以上使い込んできた人間として、とにかく皆さんにお勧めしたいです。改めて再販ありがとうございますということで、ありがとうございます。素敵なレビューを、こういうレビューをねたくさんいただいていて本当に嬉しい限りなんだけど、確かになんかマネージャーさんとかリュックルとか、荷物が多いイメージがあるね。そうだよね、でもやっぱり仕事の後にちょっと友達とご飯行ったりとか、デートの予定があったりとかさ、する時にやっぱりちょっとおしゃれさって女性大事じゃん。いや男性だって大事ですよそうですよね、いくら仕事だといえね、そういう意味で私もその旅行行く時にトートバッグだとカジュアルすぎるなみたいなレストラン行く時とか、このレーザートートバッグを持ち歩いてます。そのハイブランドだと分かるバッグとかを持ってると危なかったりするのに、その中間としてすごくちょうどよく使いやすい、そのブランドロゴの主張も少ないしね、いや本当に嬉しい。このレビューがどう？このレビューを聞いて。いやもうありがたいし、この2年間俺は東京でめちゃめちゃすれ違ってるから私もだから、それだけ使ってもらえてるっていう実感が、実際に出会ってるから、ありがとうって毎回思う。なんかね、すれ違うたびに俺はピコってして声かけれないもんね。そう、これは声かけれない知らないおじさんが声かけてきたみたいなけど俺はもうほんとスーパーでもあるし、街の交差点でも何回も、駅でも何回も見るし、ほんとね月に1回は会うんじゃないかな。いや私もすごいよ。この前もなんかバスから降りてきた人とか目の前歩いてて「あっ!」って声かけに行ったりとか。本当ね、やっぱそれだけ見かけてるで、それ使ってるところを実際に外で見かけてるっていうところで、ああよかったなって思う。そう全部のね商品がそうだけど、特にやっぱなんか見かける率が一番高いから、それはなんか自信を持ってるかな。あとお値段のところね。いや本当これね。これはさ、なんか一見さすごいいいことをしてる気にもなるし、そういうリアクションもらえるんだけど、これはどっかに幸せが来てるってことは僕らもやっぱ考えをアップデートしないといけないなって思う。その実際そのね今回製造してもらうところに負担がいってることは事実、そうね。で別にうちもその利益の幅が減ってるっていうことも事実、でもちろんそれは普段動画とかをちゃんと見てくれてる人たちへの気持ちの表れでもある一方で、やっぱこんだけ、全てのものが上がり続けてる中で、据え置きっていうことはどういうことなのかっていうことはちょっとなんか考えさせられた。本当に良かったのかなって。まあ確かにねいやまあそう喜んでもらいたいからっていうことでやったんだけど、でもやっぱりこの据え置きで行かせてくださった革工房さんの方とか、その他いろいろ関連会社の方に感謝しながらも、やっぱり今回ばかしは前回と同じで行きたいなっていう思いがあって、それで、作らせていただいたので、そこに関しては、購入してくださる方に関してはよかったっていう気持ちで、もう手に取っていただければいいなと思いますし、今後はね分かんないもんねもちろんね今後これだけの商品に育ってくれたので、継続的な販売をする可能性はもちろんありますし、その方向でね進めていきたいなとは思うんですけど、ただ同じ価格だったりとか、今回のこのカラーバリエーションっていうのはちょっといつまで保証できるかっていうことは我々にもまだわからないし、今回はかなり無理をしたっていうことで、悩んでるっていう人は、そこも考えてもらえると嬉しいかなと思います。そうですね。はい。ではこちらワンハンドルショルダーレザートートバッグ、最後にもう一度6月28日日曜日の23時59分までですので、ぜひお時間お間違いなく。そうね、はい、俺もねシステム上の理解がまだ完全じゃないんですけど、締め切りまでにカートに入れて決済が終わってなかった場合ちょっとどうなるか分かんなくて、なのでその締め切りまでにカートに入れるだけじゃなくて決済まで完了するように、お願いします。もしその
1日遅れとかでお問い合わせいただいても対応できかねますので、そうですね、その辺はご了承いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ではもう一個立て続けにね、今ヒンクヌングから商品出ておりますので、もう一個だけ失礼いたします。こちら紅葉鳥文庫の一人で旅するフィンランド初版が皆さんのお手元に届いているかなと思います。本当にたくさんの皆さんからの感想だったりとかストーリーありがとうございます。今週くらいで多分一旦全部届く、初版の方はね、届くのか、ニスリの人は7月の中旬そうですね、以降に随時多分発送していく流れになるかなと思います。はい、やっとこう感想っていうものをいただけたので、1個だけちょっとこちらも読ませていただいてもよろしいでしょうか。東京都在住40代紅葉鳥ネームポイズンプリンさんからのお手紙。すごくないこの人。ポイズンプリンさんやっぱり手紙職人だから。そうか。そう、ラジオのうまいんだろうね。やっぱキュッとまとめてくださったので、ちょっとこちらのね感想を、一つご紹介させていただきたいと思います。ジン届きました。まだ読めてない人もいるかもしれないのでネタバレしない程度の感想になりますが、とてもリアルな実感の詰まった描写がたくさんあって読んでいて楽しかったです。動画ではあまり出てこなかったお金のこととか体調管理、海外で日本食が恋しくなる描写がいちいちリアルで、生身の人間の旅行ってこういう泥臭い部分あるよなと共感いたしました。私も旅行が好きなので、お金や休みもろもろの段取りはいつもいろいろ大変です。ですがそれを乗り越えてでも旅へ出たくなる気持ちがよくわかる一冊だと思いました。ジンを読むとまた動画を見返したくなるし、動画を見るとジンを読みたくなる、そんな感じでセットで楽しめましたということで、いやもうありがとうございます。嬉しい。俺はポイズンプリンさんの文章力すごいなと思う。簡単してる。ネタバレしないようにどんなことが書いてあるかを詰めてくださって本当にありがたくって、確かに本当にそういうリアルな旅の描写みたいなところとかも書けたし、またちょっとクスッと笑えるようなところ、もう自分で言うクスッと笑えるところね、があるって言っていただけたりとか、どこだっただろう。結構なんかすごい不安だったんだけど、こう分厚いしさ、なんかジンじゃねえよな。読むのちょっと断念しちゃいそうな分厚さじゃん。でも結構なんかね、そのいただいた感想としてはスルスル読めるっていうので、やっぱ知ってるからかな、この私の旅の内容を知った上で読んでるから、そうあとね日割りだからね、なんかリズムがつくっていうか、そんな感じはした。そう嬉しいです。本当ありがとうございます。こうやって皆さんの口コミみたいなもので広がっていく本だと思っていて、だってほら出版社から出してないわけですから、書店に並ぶわけでもないので、やっぱり皆さんからの小さな口コミ、これがどんどん広げていってくださってると思ってるので、だからストーリーしてくれたりとか投稿してくれたりとか、スレッズに書いてくれたりとかしてくださってる方本当にありがとうございます。全部見に行けるように頑張っててハートをさせていただいてるんですけど、本当にありがとうございます。ということで、その広がるということで紅葉鳥支店、卸業態ですね、この本をさらにこう全国各地に届けるために、書店さんだけじゃなくて、サロンだったりカフェだったり、雑貨屋さんだったり、この本を取り扱っていいよっていう方がいたら募集したい、そういう卸業態というのを紅葉鳥支店として募集させていただいたんですけど、これもたくさんすごい今ね、40件ぐらい来てて、見事にいろんな件。いや本当そう。今ね、ざっくりで、これ今から言うのは確定ではないです。やり取りをさせていただいているっていうところで、実際確定した情報はまた今後ね、やるんです。ざっくり応募が来てるところ、お伝えすると、広島、北海道、愛知、もちろん東京ね、で静岡、大阪、兵庫、茨城千葉、島根、香川、京都、札幌、名古屋、横浜、三重とか神奈川、愛媛、滋賀、岡山、新潟、宮崎、とか、もうね、佐賀の紅葉鳥は？佐賀、おい、佐賀紅葉鳥支店なしですね、今のところ。でもすごいね、取り扱いたいよっていうメールをねいただいてて、ここから実際に取り扱いが始まるのはまだここから先なので、お取り扱い始まったらラジオとかでね
だからその2すり目から卸にお渡しできるので、7月中旬とか7月下旬ぐらいに多分確定した店舗さんに届いていくんじゃないかな。なるほど、なのでちょっと楽しみだね。すごいこんなに来るとは思わなかったね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、なのでお気軽にお問い合わせだけでもしていただけたらなと思ってますので、引き続きコヨトリ支店の方もよろしくお願いします。あとこちらの本なんかもう販売終了してるんですかみたいな質問いただいたりするんですけど、常に販売中ですので、ぜひ一人旅するフィンランド気になる方はサイトからチェックしてみてください。はい、おかげさまで今2すり目で1万3000超え、目指せ3万部超え、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでラジオ本題に入っていきたいと思います。コヨテリネームゆうかさんからのお手紙です。ミクさん、先生、こんにちは。こんにちは。サッカーワールドカップの話が出たので思わずコメントさせていただきました。我が家もサッカーファンで、毎回どんな時間帯でもリアルタイムで全力応援します。マジ？相手チームを食うという意味で、対戦チームの定番料理を作って食べるというのを恒例にしています。面白いね。初戦はオランダなので、パンネクック、カーススフレを作って前日の夜に食べて次の朝に備えたいと思います。そこで先生の応援スタイルや注目選手、日本以外でどの国でサッカー観戦してみたいかをお聞きしたいです。ちなみに私は4年前から中村敬斗選手を応援してます。今大会期待が高いです。サッカーの質問になってしまいすみませんということで、いやいや、もう今もう絶賛楽しみ中すぎて、俺もう寝不足すぎてマジ脳の 20% ぐらいしか使ってない。だってもうなんかうまく喋れてないもんね、もう常に最近さ、クマできてるもんね。もう超眠たい。いやでも面白いよね。面白い。なんか今年日本代表強くて見てて超面白い。この素人の私も、前回も見た4年前、今年はなんかよりパワーアップしてる感じがあって、あと一人一人の選手についても、あなたから教わって分かるようになってるから、それも見てて面白いし、あとやっぱり去年イギリスに行ってプレミアリーグを見た、実際に生でサッカーを見たっていうことで、サッカー熱がこうぐんと上がって気持ちが入るというか、あなたの推しの鎌田選手が今のところ今2連続ゴールやからね。鎌田の1ミリつって中村敬斗選手はイケメンじゃん。めっちゃイケメンやね。のんちゃんとかってサッカー全然見ないんだけど、この前のチュニジア戦見てて、私にイケメンがいますって送ってる中村敬斗。しかもさ、あんな顔してさ180以上多分あるからね。マジかっこいいよね、あの人ね。日本代表選手みんなイケメンだよね。いやみんなイケメン、だからそういう意味でも面白い。でどうですか、あなたの応援スタイルは？応援スタイル、もうユニフォーム着て静かにこうやって、全然そのサッカー好きだからってなんか街中のサッカーパブとかでウェイとかやりたい派じゃないよね。一人でテレビでこう見たい人で、なんかチュニジア戦とかも結構さいい試合しててさ、ウィーってなった時あったじゃん、でも横でまだ油断ならない、いやそうまだダメだとか言って、何が起こるか分からんから、なんか一番険しい顔しててこうやって、だからほらもうめっちゃ勝っててもさ、怪我とかさ、あるからもうね、ずっとドキドキしてる。で注目選手は日本だったら鎌田選手だし、海外はフランスのオリーセっていう選手、この選手も今はドイツのクラブでプレーしてるけど、その前はクリスタルパレスなんですよ。あなたはクリスタルパレス推しだもんね。あとは日本以外でどの国でサッカー観戦してみたいですか？だってまあだけどロンドンは見たので、まあ次はドイツかスペインか。ちなみに4年後のワールドカップはスペイン、モロッコとかでやるんで、旅行行こうじゃん。いやいやちょっとどうなんだろうね。なんか今回のいろいろ見てると本当に現地に行くことがあれなのかっていうのはちょっと、またね、日本がいいとこまで行くのを応援したいと思います。はい、東京都在住コウヨットリネームパトリさんからのお手紙です。ミクさん先生こんにちは。カップアートの動画からずっと見てますが初めてコメントしました。ありがとうございます。一番最初の動画から。今回コメントしようと思ったのは低気圧の影響のお話があり、私もちょうど低気圧、生理、気温の変化などで体調を崩していたからです。というのも最近体調とメンタルの不調が比例して悪くなっているような気がしています。
特に生理前はこれまであまり大きく悩むことはなかったのですが、最近はひどく落ち込んだり、理不尽なことで彼に怒ってしまったり、自分の機嫌を取るまでにとても時間がかかってしまいます。生理前とはいえ改善する行動、通院とか診察をしてくれないと付き合いきれないとも言われてしまいました。転職して3ヶ月、新しい環境に慣れるまで辛抱かなと思いつつ、不安定な自分をとても情けなく感じてしまい、何から手をつけたらいいのかわからなくなってしまいました。つらつらと悩みを書いてしまいましたが、年齢による体の変化、メンタルの変化にどう理解を追いつかせたり対応しましたか？先生はミクさんの変化などを感じることや、それに対して不安を感じることはありましたか？確かに30代になって低気圧の影響はより受けてる感じはしますね。結構だるがってるじゃない？頭痛いって言ったりとか、もうあなたも最近結構低気圧かなとか言ってる時あるよね。あれなんだろうね。わかんない。俺ね、低気圧っていうか俺湿度に弱いね。高湿度。多分高湿度低気圧に俺はもうめっぽい弱い。なんかね、いつもそれでなんか立ちくらみじゃないけどなる。でも確かになんか歩いてる時とかにくらってきそうみたいな時湿度高いわ。湿度高くて低気圧。この2つが最近なんか自分にとって良くない良くないなって分かった。私なんか変化してる。どうなんだろうね。でも確かに台湾にいる時はメンタルブレすぎてちょっと付き合いきれないぐらいの感じはちょっとあったけどあんで付き合ってよ。いや付き合ってたでしょまだ。そうね、まあね、付き合ってくれてたら話聞いてくれたりした、でも結構私は PMS によるメンタルのブレっていうのは少ない方だなと思う。バーって泣いたりとか、ギャーってしたりとかしないじゃん。でもたまにあなたと喧嘩して泣く時あるじゃん、あの時に後からあれ PMS だわって思う時ある。だから泣くなよとか言わないでって思って泣いても何も解決しないよって言われるけど、あれは私の制御効かないところで泣いてるから。この前もなんか道端でなんか言い合ってて、なんだか忘れたけど、なんか道端でなんか仕事のことかなんかで言い合ってて、でそれでわーわー言って、いつもは黙りこくっちゃうんだけど、私もなんか言い返したよ。そうなんか最近なんちゃらかんちゃらみたいな、でもお互いじゃっつってなんかお互い違う方向で別れたよね。はいっつって。マジで記憶ないなじゃあ俺はこれで帰るから、じゃあ私はこれで帰るから。はいパンって最近ね、例えば、何かトラブルが起きた時に、いやこれはこうだからこうじゃん、って言ったら、その理論は正しいよでもねって言われたら、その必勝法をね最近見つけられた感じがして、あなたが言ってることはもうグーの音も出ないよでもねって言われたら、それに対するあなたの意見って俺否定できないわけそこで反応すると、最初の俺の理論を自分で否定することになっちゃうから、そういう意味ではメンタルがブレて落ち込むというよりかは、そういう話し合いになってメンタルがブレてる、PMS とかでメンタルブレてる時に逆に私は強く出るっていう、これがいいのか悪いのかは分かんないね。よくないよくないの？よくない。でも話し合いじゃん、ちゃんと。いや話し合いになってないの。話し合いになってない。話し合いじゃん。なんかさ、男性もさ PMS がないだけでさ、やっぱこうブレてんだみたいなさ、感じる時あるしさ、彼に関してはやっぱり筋トレを始めたことはすごくメンタルの安定性につながってて、例えばそう言い合いとかした後の修復が早い。なんかね、結局ね、メンタルのね、闇なんてね、その 99% ぐらいは筋肉痛によって忘れることができる。もう日常とかしてんもんね、筋トレが。それはやっぱさ、一瞬でも頭が真っ白になってるね。全力を出すみたいな気持ちで、俺もなんかやっぱざわつく時はあるわけよ、それは生きてるからあるやん、時はもうそのなんかハードなことしなくていいけど、ちょっとでも1秒でも忘れる瞬間を作りに筋トレ行ったりすることもある。そうね。あとね、食い物、食べ物ですっていうことだけ言いたい。そうね、かなりあなたがその筋トレ始めて食べ物って言われてからは甘いものをここの場では作りますよ。そりゃ和菓子作りたいのでさ食べます。でも今うちの冷凍庫に31のなんかボックスセットみたいな入ってましたけど、なんかそれでも、前よりかは、その
日常的なうんお菓子の摂取量とか、ジュースを飲んだりとかっていうのは、結構減ってると思いませんかっていうのはちょっとずつやっていますけど、確かにね、食事はあるとは思います。あとはやっぱりこのパトリさんはPMS とかそういうものも絡んでると思うので、もちろんやっぱり通院とかそういうのはやっぱり行ってみるべきだなと思います。プラスでやっぱりさっき言ったみたいに運動するとか、ジムに行かなくてもお家でさ何かしらできたりするやつあるじゃん。あとは食事の改善とか、そういうことは必要なのかなって。そうね、なんかね俺はねこの筋トレにしても食事にしても、生活習慣にしても、やっぱ自分で試行錯誤するのが好きだし、そういう時間が今あるっていうのも含めてできてるだけで、例えばずっと社会人で仕事がすごいハードな人とかは、ちゃんとプロとか専門家、自分に合った専門家をちゃんと見つけて、アシストしてもらいながら助走をつけて、いずれ自走できるみたいな、俺も最初ねパーソナル通ったし、なんかそういうことができると、意外と自分の認識と事実がずれてたりするよね、ちゃんとプロに頼ってゆっくり慣らしていけ、なんか急にねガラッて変わることはやっぱ難しいし、無理することになるからね。これからね健康の話ばっかしていくんだろうね、うちらね、年重ねれば重ねる20代はなんか恋愛とか、10代将来のこととかね、将来のこととか話して、30代はもう家、家族のことでしょ40代は健康とか。そうだねもうトピックがあるからそれにちょっとやっぱり差し掛かってるんじゃないかなと思います、一緒にね頑張っていきましょう、東京都在住30代紅葉鳥ネームあずきさんからのお手紙です。みくさん先生こんばんは。30代になってどんな人と出会って生活したいか仕事したいかをよく考えるようになり、お二人のたくさん話し合える関係性と雰囲気に惚れ惚れしている視聴者です。先日アプリで出会い半年付き合った彼に振られました。理由は安心するけどときめかないです。なかなかに傷つきながらもときめきって何だろうと考えています。ときめきはその時の心情、環境、疲労度などいろんな要素が影響し合い変わりゆく指標で、それが評価軸になると何とも苦しいと思いつつも2人で見出すこともできるのではないかとも考えています。お二人はこの恋愛やパートナー関係におけるときめきをどう考えていますか？特に男性の思うときめきって何なのでしょうか？なお振られる2ヶ月前に改善や欠点はない、やり損ねたことがあれば力を入れたらどうかという話をされ、スキルの方を求められている印象でした。ときめきだったら言ってほしかったなと思いながらも、すでに心は復活して新たな出会いを始めていますということです。ときめきとは何だろうということで、どうですか？すごいさ、俺話の腰を折るようなんだけど折られんのそこ、はい、どうぞ。だってこの文章を読んだ時に俺はすごく違和感があるわけ、この男性はあずきさんを振る2ヶ月前に改善や欠点はないって、なんかすごく、なんていうのかな、評価してきてる。確かにね、それなのに振る理由がときめかないなんだよ。急にふわっとしてるみたいな感じじゃん。でこれはちゃんと整理しておきたいんだけど、人をとか彼氏彼女でもそうだし友達もそうだろうけど、別れる時に本当の理由って言うのかなっていう、その穏便にとか相手がそれだったらどうしようもないなって思わせるための理由を考えない。そうね、だからあずきさんはこの彼の言葉を借りるなら、改善するところも欠点もないわけよ。そうよね、でやり損ねたことがあれば力を入れたらどうかっていうのはちょっとよく分かんないけど多分別にときめかないっていうのはその原因は知らないよ、分かんないけどこの子を振りたいって思った時に表だって言えることがなかった、もしくは言ったら相手を傷つけてしまうからときめかないんだよっていうことで、自分も守りながら相手を振ってるだけなんだと思うね。だからあずきさんがこのときめかないって言葉に対して過敏に反応するのは何の意味もないっていうか不毛じゃねって俺は思っちゃう。私ってときめかせることができないような人間なんだと思って次に行く必要はないってこと、だって相手は多分適当なことしか言ってない。そうね、どうにもならないっていう諦めがつくから相手が言ってきたってことだよね、改善できないときめかないってだってね。そう振るための理由が思いつかなさすぎて、ときめかねえんだよって言わざるを得なかったとしか思えないけどねある意味優しさでもありっていうことよね。優しさまあね、相手からしたらね、それが30代だからさ、別れるにしても穏便に済ませたいっていうお互いの配慮な気がするから、そこを深追いすると確かになんか
そうだね、真相は闇の中だけど別にそれを知る必要はないってことだよね。そう他人に言われた言葉をうん変に捉えすぎちゃうと、ああんまいいことないよなって思うし、真正面からね捉えて、うんじゃあそれ分かった上でさ、うん男性の思うときめきって何なのでしょう。確かにときめきって何？ときめきってあんま人生で使ったことないから、あなたと一緒にいてあなたが私にときめいてるなって実感したことないよ。うんじゃね。あ俺が最近ときめいたのは、うんガッキーさんキコさんの旦那さん、稲垣選手、はいラグビーの、はい試合をさ2回3回うん見に行ってるやん、一緒に見に行ってるよね。かっこいい不思議な気持ちになるよね。別に違う変な意味じゃないよ、大丈夫です、安心してください。でも、なんていうの、憧れではないんだよな。なんか、自分の中の乙女がぴょこって顔出す感じなんかかっこよくない？かっこいい。なんだろうね。なんか違うんだよな、その今までにない感じそれが恋っていう、これがときめき、うん大丈夫です、安心してください。キコさんも安心してください。その男性女性とかじゃなくて、うんなんか個体として強いかっこいいみたいなわかる。ウルトラマンみたいな、うんなんかそういう感覚、これは多分ときめきと名付けてもそうだね。いいんじゃないでしょうか。なんか人にあんま興味ないあなたがさ、うんガッキーさんに関してはさうきょうきょしてるよね。いやかっこいい。かっこいい。1個か2個上だよ年齢的にはね、一個本当うん一全然同世代なんだけど同世代だ本当に。まあ、言葉の意味なんでさ、みんな適当に自分でつけてるからさ。そうだね。でもまあ恋愛とかパートナー関係にさ、うんときめきは別に求めてきた人生ではなかったよね。恋愛って究極じゃない？人間関係においてもこう近くなりすぎちゃってさ、親とか友達とかよりもさ近くなってさ、別の人間がときめきとかでつなぎ止められるものではなかなかないんじゃないかなと思う。ああまあまあ言いたいことはわかるわ、こんなに人が近くなって他人なのにだよ、めちゃめちゃ。例えば家族になるとかなった時とか、同じ家に住みますってなったりとか、これをときめきだけじゃ無理だしまあ確かにね、こうなんかちょんってなって「あとかじゃなくて、がっつりタッグ組んでやっていかないとそうあれだからいけないわけじゃん、だからそもそもときめきっていうのはその恋愛とかパートナー関係において必要なのか問題っていうのはまあね、あるよね。はい、そういう感じで今週のラジオは以上になります。最初にお話しした通り、ヒンクヌンクのワンハンドルショルダーレザートートバッグ、こちらが今週日曜日28日の23時59分まで受注予約、受け付けておりますので、ぜひご購入検討されている方は日付と締め切り時間を間違えないようにしていただければなと思います。はい。でなんかサイズ感とかはうん公式サイトの下の方、商品ページの一番下に数字載ってますんで、はい。もしこれが入るかなあれが入るかなっていうご質問はご自身でその数字を確認してもらって判断いただければメジャなと。ーで測ったりしてね。はい。あとインスタライブにもいろいろそのバッグの中に何が入るかなっていうご質問答えてますので、合わせて、ご覧いただけると嬉しいです。ということで、来週できればもう今夏ですよね。来週の金曜日はもう7月の3日なんで、ちょっとなんかグランプリしようかなって思って思いついたのが、ビールのつまみ1グランプリ。どうですか？いいですね。なんか前回のさお酒のつまみ1グランプリが、楽しかったってご好評いただいたので、前回はさどんなお酒にでも合うおつまみだったよね。だけど今回はビールに合うおつまみっていうので限定して募集したいなと思っています。はい、なのでぜひこの動画のコメント欄に声を取りネームをつけて、このおつまみが美味しいですよっていうのをコメントいただけると嬉しいです。この動画見たらすぐコメントいただかないとそう取り寄せが間に合わなかったり、なるはやでコメントいただけると助かります。そうですね。できれば週末ぐらいにね、コメントいただけると採用される確率が上がりますので、よろしくお願いいたします。あと、グランプリシリーズでよく起きてるのは、もうすでにコメントがあるから、コメントしなかった人とか、そういう人は被っててもいいからコメントしてください。じゃないと票が取れない。確かにあなた人気順で結構やってるもんね。割と人気順で取り寄せるんで、お願いします。よろしくお願いします。では以上で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。